皆さん、こんにちは。今日もホストの松田が皆さんをご案内します。今日は JLPTN4 レベルのリスニング練習を一緒にやっていきます。今日のテーマは自動車の部品を作る工場で働いている方のお話です。知らない言葉が出てきても大丈夫です。最後までゆっくり聞いてくださいね。最後には今日出てきた文法を一緒にもう一度確認しますので楽しみにしていてください。今日のゲストは竹内さんです。自動車の部品を作る工場で6年間働いています。こんにちは、竹内です。今日はよろしくお願いします。少し緊張していますが。こちらこそよろしくお願いします。今日は外は寒くなかったですか？少し寒かったですが、天気が良かったので歩いてきました。歩いてきたんですね。いい運動になりましたね。それではそろそろお話を伺っていきますね。竹内さんはどうして自動車の部品を作る工場で働こうと思ったんですか？小さい頃から車が大好きで、いつか車に関係がある仕事がしたいと思っていました。それは素敵ですね。私も小さい頃好きだったものが今の仕事につながっています。工場では具体的にどんな部品を作っているんですか？私の会社は主にブレーキの部品を作っています。車を止めるための大切な部品です。ブレーキの部品なら間違いは絶対にできませんね。責任が重い仕事ですね。はい、その通りです。だから、検査は何度も丁寧にしなければなりません。入社してすぐの頃はどんな仕事から始めたんですか？最初は部品を運んだり、掃除をしたりする仕事しかさせてもらえませんでした。それは少し物足りなかったんじゃないですか？もっと難しい仕事がしたかったですか？正直、そう思うこともありましたが、先輩たちの仕事をよく見て、勉強していました。それはいい姿勢だと思います。私も新人の頃、先輩の仕事をよく見ていました。初めて機械を使う仕事を任されたのはいつ頃でしたか？半年ぐらい経ってからです。初めて機械の前に立った時は、とても緊張しました。緊張しますよね。その気持ち、よくわかります。何か失敗したことはありますか？はい。部品のネジを強く締めすぎてしまって、壊してしまったことがあります。それは誰にでも起こりそうな失敗ですね。その後、どうやって直しましたか？先輩が怒らずに、力の入れ方をもう一度丁寧に教えてくれたんです。優しい先輩に出会えたんですね。そのおかげでまた頑張れたんですね。はい。あの先輩のおかげで、失敗を怖がらずに、仕事が続けられるようになりました。先輩の存在って本当に大きいですよね。他にも工場ならではの大変さはありますか？機械の音がとても大きいので、最初は耳が痛くなることがよくありました。それは大変ですね。耳を守るための道具とかは使ってもいいんですか？はい。耳栓を使ってもいいことになっています。今は毎日、必ずつけています。それは安心ですね。会社が皆さんの体をちゃんと考えているんですね。
工場の仕事で一番好きな瞬間はどんな時ですか？検査が終わって、部品がきれいに完成した時が一番好きです。それは想像するだけでも少し気持ちよさそうです。私も見てみたくなりました。自分が作った部品が実際にどんな車に使われるか知ることもあるんですか？たまに完成した車の写真を会社の人が見せてくれることがあります。それを見たときはどんな気持ちになるんですか？自分の仕事が誰かの毎日の運転に役立っていると思うと、とても誇らしいです。素敵な感覚ですね。ものづくりの仕事ならではだと思います。仕事に少しずつ慣れてきたと感じたのはいつ頃でしたか？2年目に入った頃から少しずつ自信が持てるようになりました。2年って一つの区切りとしてよく聞く数字ですね。その頃から任される仕事の範囲も少しずつ広がったんですか？そうですね。部品の検査だけでなく、記録をつける仕事も任されるようになりました。記録の仕事も大事ですよね。数字が正しくないと後で困りますものね。はい。だから、記録をつける前に、いつも数字を2回確認するようにしています。数字を2回確認するというのは、すごく良い習慣だと思います。竹内さんは、仕事を始める前に、いつも何か準備をしていることはありますか？はい。作業を始める前に、道具をきれいに並べておくようにしています。道具を並べておくと、作業もきっとスムーズに進みますよね。そうですね。準備をしておかないと、後で慌てて、ミスをするかもしれません。確かに、慌てている時ほど、ミスが起こりやすいかもしれませんね。この10年間の中で、一番大変だった出来事は何ですか？3年目に、機械が急に止まって、部品が作れなくなったことがありました。それは大変ですね。その時はどうやって解決したんですか？みんなで手分けして原因を探して、2時間ぐらいかけて、やっと直しました。2時間、機械が止まったままだと、注文にも影響が出るんじゃないですか？はい。だから、あの時は本当に焦りました。夜遅くまで残って作業をしました。それは体力的にも精神的にもきつかったんじゃないですか？正直、きつかったです。でも、みんなで力を合わせられたのは良い経験でした。それって一人ではできないチームだからこその経験ですよね。後輩ができたのは何年目ぐらいのことでしたか？4年目に初めて新しい人に仕事を教える役目を任されました。教える立場になるとまた違う難しさがありそうですね。そうなんです。自分が分かっていることを言葉で説明するのが難しかったです。わかります。自分の仕事を人に教えるとき、みんな同じことを感じると思います。後輩を指導するときに心がけていたことは何ですか？自分がされて嬉しかったように、失敗しても怒らないようにしていました。竹内さんの先輩の教え方が、そのまま次の世代に受け継がれているんですね。後輩にはどんなことを一番先に覚えてほしいと思っていましたか？まずは安全のルールを必ず守ってほしいといつも伝えていました。やっぱり
安全第一なんですね。工場ならではの危ない場所もあるんですか？はい。大きい機械の周りはいつも気をつけていないと危ないです。聞くだけで少し緊張してしまいます。慣れることも大事なんでしょうね。そうですね。でも、慣れてきた時こそ、油断してはいけないと思っています。それはどんな仕事にも通じる大切な考え方だと思います。工場で働く一日は朝から晩までどんなスケジュールなんですか？朝は8時に始まって、お昼に1時間休んで、夕方5時頃まで働きます。お昼休みはいつもどんな風に過ごしているんですか？同僚と一緒にお弁当を食べたり、少し外を散歩したりしています。散歩は気分転換にとても良さそうですね。私も真似したくなりました。同僚の皆さんとは仕事以外でも仲がいいんですか？はい。月に1回ぐらい、みんなでご飯を食べに行くこともあります。それは楽しそうですね。職場の仲間との時間って大切ですよね。竹内さんがこれまでで一番嬉しかった出来事は何ですか？自分が担当した部品が新しい車に使われると聞いた時が一番嬉しかったです。それはこれまでの努力が報われた瞬間だったんですね。はい。あの時のことは今でもよく覚えています。逆に仕事の中で今でも難しいと感じることはありますか？新しい機械が入った時は使い方を覚えるのにいつも苦労します。新しい機械は便利になる反面、覚えることも増えて大変そうですね。そうなんです。でも、新しいことを覚えるのは実は少し楽しいです。その前向きな気持ちが竹内さんの成長を支えているんでしょうね。これまでの中でやめたいと思ったことはありましたか？正直、体が疲れていた時期に少しだけ考えたことがあります。それでも続けられたのはどうしてだったんですか？同僚がいつも声をかけてくれたので、一人じゃないと感じられました。職場の人間関係って仕事を続ける上で本当に大切ですね。竹内さんは家に帰った後、どんな風にリラックスしているんですか？お風呂にゆっくり入ったり、好きな音楽を聴いたりして、疲れをとっています。それはいい休み方ですね。私もお風呂の時間は大切にしています。仕事の日と休みの日で気持ちの切り替えはうまくできていますか？最初は難しかったですが、今は休みの日は仕事のことをあまり考えないようにしています。それは大事な切り替えだと思います。休むときはしっかり休むべきですよね。休みの日にはいつもどんなことをして過ごしているんですか？好きな車の雑誌を読んだり、友達とドライブに行ったりしています。やっぱり休みの日も車と一緒にいるんですね。本当に車が好きなんですね。はい。仕事も趣味も車で、毎日が本当に楽しいです。好きなことを仕事にできるってとても幸せなことだと思います。これから工場でチャレンジしていきたいことは何かありますか？もっと難しい部品の検査を任されるようになりたいと思っています。それは素敵な目標ですね。
応援したくなります。目標を達成するために今何か気をつけていることはありますか？毎日、小さいことでも、一つずつ丁寧に確認するように気をつけています。小さいことの積み重ねが大きな目標につながるんですね。竹内さんにとって車のブレーキ部品を作る仕事とはどんな仕事ですか？人の命を守る責任が重い仕事だと思っています。だから、毎日真剣に働いています。その言葉を聞いて、車に乗る側としてもとても安心しました。さて、ここで一旦リスナーの皆さんへの質問タイムにしたいと思います。皆さんは車のどんな部分に一番興味がありますか？エンジンでもデザインでもブレーキでも何でも大丈夫です。もしよかったらぜひコメント欄で教えてくださいね。それではそろそろ竹内さんとの話に戻りたいと思います。さっきの責任が重いというお話、もう少し詳しく聞いてもいいですか？はい。もし部品にミスがあったら、事故につながるかもしれません。それは聞くだけでも背筋が伸びるような話ですね。実際にミスが見つかりそうになったことはこれまでにありますか？はい。5年目に、検査の途中で、小さい傷がある部品を見つけたことがあります。それはどうやって見つけたんですか？機械が教えてくれるんですか？機械のチェックもありますが、最後は、必ず自分の目でも確認しています。機械だけに任せないで自分の目でも見るというのは大切な習慣ですね。はい。あの傷を見つけたときは、本当に確認しておいてよかったと思いました。もしその傷を見逃していたらどうなっていたと思いますか？想像するのも怖いですが、大きな事故になっていたかもしれません。その一つの発見が誰かの命を守ったのかもしれませんね。そう言ってもらえると、あの日の自分に感謝したくなります。その出来事の後、竹内さんの仕事への気持ちは何か変わりましたか？はい。それまで以上に、一つ一つの検査を大切にするようになりました。その傷を見つけた話は後輩を指導するときにも話しているんですか？はい。実体験を話すと、みんな真剣な顔で聞いてくれます。実体験を交えた話は新人さんの心にも残りやすそうですね。家族は竹内さんの仕事についてどんな風に見ているんですか？最初は心配していましたが、今では誇りに思ってくれています。それは嬉しいですね。家族に誇りに思われるって素敵なことです。はい。特に子供が車を見るたびに、お父さんの仕事だねと言ってくれます。それは本当に微笑ましいエピソードですね。私もなんだか嬉しくなりました。お子さんはいつか同じ工場で働きたいと言ったりするんですか？まだ小さいですが、車を作る人になりたいと、時々言っています。それは竹内さんの背中を見て育っている証拠かもしれませんね。そう言われると、照れますが、これからも頑張ろうと思えます。これから工場で働いてみたいという人に伝えたいことはありますか？最初は簡単な仕事ばかりでも、腐らずに続けてほしいと思います。
その言葉はこれから始める人にとってきっと心強いと思います。もう一つ、体の使い方で後輩に伝えていることはありますか？長時間立ち続ける仕事なので、休憩中は必ず座るように伝えています。それは体を長く使うためにも大事なアドバイスですね。竹内さんはこの10年間の中で当時の自分に何か言うとしたら何と言いますか？焦らなくても大丈夫、少しずつでいいからと伝えたいです。部品を運ぶだけだった最初の日から今の竹内さんができているんですね。本当にそうです。小さな仕事一つ一つが今につながっていると感じます。そのお話を聞いていると本当に6年の重みを感じます。竹内さんが一番仲良くしている同僚はどんな人ですか？同期の中村くんです。一緒に入社して、今でもよく相談し合っています。同期の存在って心強いですよね。困った時、助け合っているんですか？はい。お互いに気づいたことをすぐに教え合うようにしています。そういう関係が工場全体の雰囲気を良くしているんでしょうね。そうだと思います。仲間がいるから大変な時も頑張れるんだと思います。竹内さんが逆に後輩から学ぶこともあるんですか？はい。若い人の新しい考え方に驚かされることもよくあります。お互いに学び合っているんですね。それってとても素敵な関係だと思います。ありがとうございます。これからもそういう関係を大ごとにしていきたいです。その前にもう少しだけ工場でのお話を聞かせてもらってもいいですか？もちろんです。まだまだ話したいことがたくさんあります。工場の中で竹内さんが一番よく使う道具は何ですか？ノギスという部品の細かい大きさを測るための道具を一番よく使います。ノギスという名前、初めて聞きました。どんな形をしているんですか？細長い金属の道具で部品を挟んでコンマ何ミリまで測ることができます。コンマ何ミリってすごく細かいですね。手が震えたら大変そうです。そうなんです。だから、測る前には必ず深呼吸をして心を落ち着けます。その集中力、聞いているだけで伝わってくるようです。季節によって工場の仕事の様子は変わったりするんですか？はい。夏は工場の中が暑くなるので、水をたくさん飲むようにしています。冬は逆にどうなんですか？寒くて大変だったりしますか？冬は手がかじかんで細かい作業がしにくくなることがあります。手袋とかはつけたまま作業できるものなんですか？薄い手袋なら、つけたまま作業してもいいことになっています。それは助かりますね。少しでも寒さが和らぐと作業もしやすくなりそうです。これから電気自動車が増えていく中で、竹内さんの仕事にも変化はありますか？あると思います。電気自動車にもブレーキは必要なので、部品は形を変えて残ると思います。なるほど。車が変わってもブレーキの大切さは変わらないんですね。そういう変化に対して、竹内さんはどんな気持ちを持っているんですか？
少し不安もありますが、新しいことを学べると思うと、楽しみでもあります。その前向きな姿勢が竹内さんらしいなと話を聞いていて思いました。工場で働く中で他の部署の人とも関わることはあるんですか？はい。設計をしている人たちと部品の形について話すこともよくあります。現場の意見が設計にも活かされるっていいものづくりの形ですね。そうですね。みんなで意見を出し合って、より良い部品を作ろうとしています。最後に竹内さんが今一番大切にしている言葉は何かありますか？小さな確認が大きな安全を作るという言葉をいつも心に置いています。それは今日のお話全部を一言で表しているような言葉ですね。そう言っていただけると、この言葉を大ごとにしてきて、本当に良かったと思います。今日は本当にたくさんの貴重なお話をじっくり聞かせていただきました。こちらこそ、今日は貴重な機会をいただけて、本当にありがとうございました。最後に聞いてくださっているリスナーの皆さんへ何かメッセージはありますか？どんな仕事も小さな積み重ねがいつか大きな自信になると思います。応援しています。温かいメッセージありがとうございます。竹内さん、改めてありがとうございました。さて、皆さん、今日のエピソードはいかがだったでしょうか？自動車部品工場の仕事について何か新しい発見があったなら嬉しいです。もし感想があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは、今日出てきた文法をここで一緒におさらいしていきましょう。今日の話の中で知らなかった文法はありましたか？答えの前に少し考えてみてくださいね。では、今日出てきた文法を順番に一つずつ振り返っていきましょう。一つ目は、たことがあるです。ネジを締めすぎて壊してしまったことがあると言っていましたね。二つ目は、ようになるです。2年目から少しずつ自信が持てるようになったんでしたね。三つ目は、なければならないです。検査は何度も丁寧にしなければならないんでしたね。こういう義務を表す言い方は、責任が重い仕事の話によく出てきますよね。四つ目は、でもいいです。耳栓や薄い手袋をつけてもいいことになっていましたね。五つ目は、過ぎるです。ネジを強く締めすぎてしまったという話がありましたね。六つ目は、前にです。記録をつける前にいつも数字を2回確認していましたね。どれも実際の仕事の場面があるからこそ自然に出てくる表現だと思います。七つ目は、たりするです。部品を運んだり、掃除をしたりする仕事でしたね。八つ目は、てしまうです。ネジを締めすぎて壊してしまったという話でしたね。9つ目は、手置くです。道具をきれいに並べておくという習慣がありましたね。準備に関わる文法が多いのも、この仕事らしいところかもしれませんね。10個目は、かもしれないです。準備をしておかないとミスをするかもしれないという話でしたね。11個目は、ままです。機械が止まったままだと注文にも影響が出るという話でしたね。そして最後、12個目は、
と思うです。自分の仕事が誰かの運転に役立っていると思うでしたね。以上、今日出てきた12個の文法でした。いくつ覚えていましたか？全部覚えていなくても大丈夫です。何度も聞いて少しずつ身につけていきましょう。これからも一緒に JLPTN4 に向けて頑張っていきましょうね。今日の竹内さんの話のように続けることがいつか自信につながっていくと思います。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。この番組が皆さんの日本語の勉強にとって少しでも助けになっていたら嬉しいです。他のエピソードでもいろいろな仕事のお話を紹介していますので、ぜひ見てくださいね。次回はまた違う分野で働いている方のお話を皆さんにお届けする予定です。次はどんな仕事のお話になるか今から楽しみにしていてくださいね。よかったらチャンネル登録や高評価もいつも応援の印にお願いしています。コメント欄に書いてくださる皆さんの感想もいつも励みになっています。今日、竹内さんが話してくれた小さな確認を上記事にするという話、私も忘れずにいたいです。小さな仕事の積み重ねが大きな自信になるというのは、勉強にも同じことが言えますね。皆さんも今日覚えた文法を焦らずに少しずつ自分のものにしていってください。それでは今日のエピソードはこのあたりで終わりにしたいと思います。改めまして竹内さん、今日は貴重なお話をありがとうございました。そしてリスナーの皆さんも最後まで一緒に聞いてくださってありがとうございました。それでは皆さん、また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら、また今度。